今、誰かに対して抱いたほんのわずかな疑い、それは胸の奥底に落とされた決して消えない不和の火種。誰もが平穏を望みながら、なぜ他者との衝突を避けられないのか。それは人間の醜さゆえではないと信じたい。歴史の歯車を狂わせるために、ただ一粒の毒をあまりにも静かに美しく微笑みながら投げ入れる絶対の法則。エリス、この美しい女神が世界にもたらすもの、それは引き裂かれた絆と終わりのない確執。剣を振るい、血しぶきを上げて暴れ回る粗暴な先進の姿は似合わない。彼女は人間の耳元でただ一言の毒を囁くだけ。愛し合う者たちの間に決して埋まらない溝を作り上げ、信頼を砂のように崩壊させる。どれほど強固な同盟であれ、その細い指先が触れた瞬間、疑心暗鬼の闇がすべてを覆い尽くす。それは目に見えぬ亀裂、同時に意志を持った漆黒の囁き、避けることの叶わない精神の侵食。文明がどれほど成熟しようとも、人間が集う場所には必ず影のように這い寄る。最も甘美で、最もおぞましい隣人。その呪われた血脈は、天上の光が絶対に届かない根源の暗黒から始まった。父は万物を覆う原始の闇。母はすべての生命を畏怖させる深淵なる夜の女神。光がこの世を照らすよりもはるか昔、世界がただ底知れぬ混沌であった時代に、その存在は生まれた。同じ体内から分かれた兄弟には、忘却、飢餓、苦痛、そして他者を欺く偽りや、命を奪い合う神格たちが名を連ねる。この息を飲むほどに純粋な、しかし一切の救いのない闇の一族。その中にあって、その存在はすべての不幸を現世と引き出す最初の引き金として位置づけられていた。夜の体内から引き継いだ調和を拒絶する絶対の黒。その血に流れるのは単なる破壊の衝動ではない。正義や大義名分を掲げる者たちの足元に色濃い不和の影を落とし、互いを喰らい合わせるたびに微笑むのだ。生まれたその瞬間から世界の均衡を揺るがすための天秤として、その体は闇の中に鋳造されていた。その背中には黒いすすをまとったような破れた鳥の翼が広がっている。手には誰もが目を奪われる眩しいばかりに輝く黄金の果実。一見すると美しい、しかし触れた者の心を狂わせる細い銀の針。その存在が人間に施すのは肉体ではなく関係の断絶。人が誰かと視線を交わすその瞬間、その影は二人の間に音もなく滑り込み、目に見えない不和の種をまく。最初はほんの些細な違和感に過ぎない。それが寝室の片隅で、机の向こう側で、夜を重ねるごとにじわじわと肥大した増悪へと育っていく。愛を感じたはずの言葉も受け入れられなくなる夜。見慣れた背中に向けて言いようのない悪意が湧き上がり、指先が凍てつくあの瞬間。それこそ、この女神がすぐ耳元をかすめた証拠。まだ刃を交える時ではなくとも、その気配は常にあなたのひび割れを見つめ、そこに爪を立てる機会を伺っている。
これほどまでに忌むべき存在でありながら、古代の記述には天上の神々が集う最も華やかな宴において、その存在が歴史のすべてを狂わせた一幕が残されている。その日、神々の盛大な婚礼が開かれ、あらゆる権力者が招かれた。しかしただ一人、その不和を司る影だけは、祝祭を汚す不浄として宴の席から締め出された。拒絶されたその存在は、激高して暴れることはしなかった。ただ美しい指先で一つの金色のリンゴを取り出し、誰もが見える白台の上へと静かに転がした。その果実の表側には、最も美しいものへというただ一言が刻まれていた。それこそ、その存在が仕掛けた決して解けない呪いの罠。天上の最高権力を握る女神も、知恵を誇る女神も、美の頂点に立つ女神も、己こそがこの果実にふさわしいと譲らず、互いを激しく激高させ、引き裂き始めた。たった一粒の黄金の果実が神々の誇りを汚し、やがて地上を巻き込む大戦争へと発展していく。国々は燃え上がり、あまたの英雄が泥にまみれて命を落とす凄惨な10年の幕が上がった。仕掛けたその存在は、戦火のただ中、目の前に広がるすべてが崩壊していく世界を眺めて、心の底から微笑んだという。天上の頂に君臨する支配者たちは、この闇の申し子を激しく排斥した。秩序と繁栄を重んじる崇高な神々にとって、調和を乱し、一瞬で関係性を加害させるその気配は、視界に入れることすら忌むべき存在なのだ。戦いの神とは、時に戦場で歩調を合わせ、血の海を共に渡ることもあった。しかしそれは信頼による結びつきではない。ただ彼女が蒔いた不和の種を、先神が力任せに刈り取るという残虐な利害の連鎖に過ぎない。大地の底を滑る厳格な王が治める畏怖の領域であっても、彼女の居場所はどこにもなかった。畏怖とは、すでに命を終えた者たちが静かに眠る。絶対の静寂の地、そこにまだいぶり続ける聖者の見苦しい増悪や不調和の呪いを持ち込まれることを、厳格な王は決して許さなかったのだ。根源の闇から生まれながら、神々からも疎まれ、人間からも恐怖される。その孤独な影は、華やかな神殿に祀られることは一度もなく、常に戦いの前夜、あるいは誰かの心が壊れる影に静かに潜んでいた。誰からも愛されず、誰とも交わらない。しかし自ら天上の神々がどれほど強固な秩序を築こうとも、その存在が転がすたった一つの果実の前には、すべての調和があまりにも脆く、あっけなく崩壊してしまうのだ。正義があるから戦いが生まれるのではない。あまりにも深い不和がそこでただ脈打っている。誰もがその気配を否定したがっている。胸の奥のあの小さな棘に覚えがあるだろう。耳を澄ますと暗闇の向こうから黄金の果実が床を転がるあの乾いた音が聞こえるような気がする。エリス。この遥か遠い西の果てで生まれた不和の概念は、遠い東の地の底に流れるある独自の精神世界の闇と奇妙なほど深く共鳴している。西洋における争いは、しばしば剣と盾による公の衝突として描かれる。しかしあまたの神々や目に見えぬ気配を重んじるこの国において、不和とは表立って爆発するものではない。集団の調和を尊ぶがゆえに、内へと溜め込まれ、
発光していくよどんだ空気。血のつながりなどたった一言の悪意で揺らいでしまう。それが村を、家を、静かに破滅させていく犬神や生き量の伝承。あるいは平穏の狭間に滑り込み、互いを疑わせる。天の尺の怪異。私たちが時代の裏側で恐れてきたあの輪を乱す者の正体。それは大軍を率いる怪物ではなく、ただ一つの小さな疑念を絆の底に滑り込ませるあの漆黒の羽ばたきと同一のものではないか。姿形はあやかしや陰臭の闇と名を変えていても、私たちが日常のふとした瞬間に感じる何かが狂い始めているというあの胸のざわめきの本質。数千年前の古代人が婚礼の席であの黄金の果実を見つめた瞬間の旋律。私たちは言葉や文化の違いを超えて同じ一つの広大な精神の亀裂を別の名前で呼び合っているだけなのかもしれない。あの古代の闇の彼方に消え去った闇の記録は今やほんのわずかな断片しか残されていない。これは数ある説の一つに過ぎない。時代や人から人へと紡がれてきた口伝の中で神々の姿は万華鏡のように形を変えていく。だからこそ神話は今もなおこれほどまでに魅力的なのだ。もしあなたに世界の裂け目から感じてしまったあの冷たい不和の気配の記憶があるなら、そっとここに記していってほしい。あなたの一言がこの消えかけた神話の新しい1ページになるのだから。